皆さんこんにちは。アンニョンガセヨ、風花です。今回は全然韓国バラードとは関係のない内容なんですけれども、最近夫が夏休みだったんですね。で、夫の職場では7月から10月の間で交代で夏休みを取るんですけれども、お子さんがいらっしゃる方はですね、7月8月を中心にお子さんの夏休みに合わせて休暇を取られるんですよね。で、私たちは夫婦2人なので、いつでもいいっていうこともあって、季節の良い秋に夫が休暇を取ったので、今回は熊本県の阿蘇にグランピングに行ってまいりました。で、これがすごく良かったんで、ちょっと今回ラジオで紹介したいなと思って、旅の話を今回はしてみます。そして韓国語の先生からも、韓国でも近年グランピングが流行っているという話を聞いて、この番組には韓国のリスナーさんもいらっしゃいますので、せっかくなら日本の観光地を紹介してみようかなと思って、今回は阿蘇でのグランピングの話をしたいと思います。見えるラジオの方ではね、写真入りで紹介していきますね。まず熊本県は九州のちょうど真ん中あたりに位置する県です。お隣の大分県との県境あたりに阿蘇山という火山があって、その周囲が阿蘇九十国立公園となっています。阿蘇山はカルデラ地形で有名な場所なんですね。何万年も前に火山の大噴火が起きて、その噴火によって一気に地下のマグマが外に出てしまったことで、マグマが溜まっていた部分が空洞になって大規模な地盤沈下が起こってできた地形のことをカルデラ地形と言います。で、阿蘇のカルデラは日本2位の規模だそうですね。東西が18キロ、南北が25キロの大きさなんですが、この範囲がすべて火山の噴火による地盤沈下でできた土地なんですね。で、今その地盤沈下した土地の部分に約5万人の人が暮らしています。もう5万人が住める規模ってことですからね、どれだけ大規模な噴火だったんだろうかということを思いますよね。で、山の斜面には広大な草原があって、牛や馬の放牧地にもなっていて、自然豊かな場所です。火山なので周囲には温泉もたくさんありますし、水も食べ物も美味しくて景色も綺麗なので、私もずっと行ってみたかった場所の一つだったんですね。まずはじめに、阿蘇山に行ったらぜひ行った方がいいというスポットを2つ紹介します。まず1つ目は阿蘇中岳の火口です。で、ここは活火山の火口なんですが、火口の近くまで車やバスで行くことができます。現在も常に火山活動は続いていますので、時々石が飛んでくることがあるそうなんですね。なのでこの山の至るところにコンクリートのシェルターが設置されているんですが、またね、その飛んできた石っていうのがあちこちに転がってるんですけど、それがね結構なサイズなんですよ。こんなの一つ当たっただけでも間違いなく死ぬなって思うサイズの石がゴロゴロ転がってて、ちょっと怖かったですね。やはり圧倒的な自然を目の前にすると、人間の無力さというのを感じました。火口からは常に湯煙が上がっていて、近づくと硫黄の香りもかなり強かったですね。日によっては火山活動が活発すぎて有毒ガスが多くて入場規制になることもあるようです。そして火口の周りには火山灰が積もり積もっていて、植物が生えないというか生えられない、植物が生きられない場所っていうのもあって、そうするとね、草も生えていないような永遠と灰色の大地が続いていて、その中をまた自由に歩くことができるんですよね。自然の荘厳さと美しさを同時に感じられるような場所で、ここは非常におすすめでございます。続いてもう一つですね、強くおすすめしたいのが草千里ヶ浜という場所です。ここは先ほど紹介した阿蘇中岳の火口から車で数十分の距離ですので、同時に観光できる場所ですが、ここはね、阿蘇山が一望できるとても広大な草原なんですね。本当に見渡す限りずっと草原で、草原の中にも小高い丘があったり、水たまりになっているような場所があってですね、景色が本当に素晴らしいです。
で、私はここが気に入りすぎてもう2日連続で訪れてですね、ひたすら草原の中を歩き回っていました。日によっては馬が放牧されている日もあるんですね。そうするとね、草を食べている馬の横を歩いて散歩することができます。ただあちこちにちょっと馬糞が落ちているので踏まないようにね、これは下を見ながら歩く必要があるんですけれども、この阿蘇山の火口も草千里ヶ浜も結構山の上にあるので、風がいつも強くて天気も変わりやすいということで、暖かい格好で行くことをおすすめします。私は10月中旬に行ったんですけれども、ユニクロのウルトラライトダウンっていう丸めて持っていけるダウンを着てちょうどいいぐらいの気温でしたね。で、今回私は熊本空港でレンタカーを借りて運転して旅をしたんですけれども、日本で運転ができる方はぜひ車を借りてドライブすることをお勧めします。阿蘇のカルデラの中を走り抜けて中岳の火口や草千里ヶ浜に向かう道を阿蘇パノラマラインというんですけれども、ここを運転するのがとっても気持ちがいいです。左右の草原には馬や牛が放牧されていて、でも私はね、馬が大好きなんでその動物を見つけては車を止めて眺めてしまってですね、全然先に進めなかったんですけれども、そういった草原の景色とそれからゴツゴツした山肌も見ることができてですね、とても気持ちがいい道です。このような自然豊かな場所なので、私は今回グランピングをしたんですけれども、まずね、グランピングって何かっていうと、これはグラマラス、魅惑的なという意味の英単語ですね。それとキャンピングを掛け合わせた造語だそうなんですよ。で、自然を楽しむ旅といえばキャンプなんですけど、キャンプって自分でテント張って食事も準備して後片付けもしてみたいなで、いろいろアイテムも必要じゃないですか。初心者にはちょっとハードルが高いですよね。で、そして正直に言うとめんどくさいっていう気持ちもあって、でもホテルに泊まるんじゃなくて、ちょっと自然を楽しみながらキャンプに近いこともやってみたいなという旅行者のために、いいとこ取りの自然体験というかですね、これを提供するサービスがグランピングです。で、世界的に今流行してるみたいですね。今回私が宿泊したのは小杉リゾートさんのグランドームという施設でした。ドーム型の大型テントの中がもうフローリングのお部屋になってるんですよ。で、中にベッドが2台入っていて、お湯を沸かすポットだったり冷蔵庫も完備されていて、なんとエアコンもありましたそしてそのテントに洗面所とトイレとシャワーが隣接しているという作りになっています。一応テントなので外の音はね結構聞こえるんですけれども、もう中の作りはほとんどホテルでしたね。で、グランピングの施設ってトイレがテントごとには設置されてない場合も多いんですけれども、小杉リゾートさんは各テントごとにトイレが設置されているという点が良くて今回選びました。そしてそれぞれのテントごとに屋根付きのバーベキューテラスがあるんですね。で、外の空気の中で夕食と朝食をいただくことができます。アメリカによくあるタイプの蓋付きのバーベキューグリルが設置されていて、でこれがガス式なので着火するのも火の調整もね非常に簡単に初心者でも行えるグリルでしたね。そしてテントにはシャワーも設置されているんですが、歩いて 2,3 分くらいの場所に天然温泉の貸し切り風呂が用意されてるんですよ。そしてチェックインの時に時間を指定してですね、何時から入りますって言うと1時間の間プライベート温泉を楽しむこともできます。で、この温泉もね広々としていて非常に良かったですね。で、窓を開けると半露天風呂みたいな雰囲気にもできるので、少しひんやりした秋の外の空気を感じながら温泉にも入れるということでね、なかなか良かったです。そして夕食の時間になると施設の方がバーベキューの食材を準備してくださるんですね。で、阿蘇はね本当に食べ物もすごく美味しいんですよ。野菜はもちろんのこと乳牛も肉牛も飼育されているので、乳製品ですね、牛乳、ヨーグルト、チーズとかそういったものも美味しいですし、牛肉も美味しいんですよ。特に阿蘇赤牛という阿蘇の草原で放牧されている和牛がとっても美味しかったです。
これね、阿蘇山で昼間に草原で見た牛さんなんですよ。その放牧されてたのを見た牛さんを食べるってことになるので、若干その姿が思い浮かんでですね、複雑な思いはあったんですが、赤身が多いお肉なんですね。で、脂は少なめで、肉質はね柔らかめなんですけど、しっかり弾力もある感じですね。で、噛み締めるごとにお肉の旨味が口の中に広がってですね、非常に美味しかったです。日本のいわゆる高級和牛って霜降りで脂が多いことが多いですよね。で、私はちょっと肉の脂があんまり得意じゃないんですけれども、赤牛はね赤身中心で本当に美味しいお肉でした。おすすめでございます。そしてグランピングのバーベキューではこの赤牛のお肉、それから林道ポークという熊本県産の豚肉、フランクフルトや焼き野菜とかサラダとかもあってですね、それらを自分たちでグリルで焼いて準備して外で夕食をいただくんですね。だからちょっとキャンプっぽい感じもありながら、でも片付けは全部施設の人がやってくださるというね、贅沢な体験でしたね。私が行った日は空がちょっと曇っていたんですけれども、晴れていたら星がたくさん見えるそうで、外のハンモックに寝転びながら星を眺めるのもね、きっといい時間になると思います。夜は10時頃にはもうテントに入って静かにしましょうというルールがあるので、誰もね騒いでる人はいなくて静かでよかったです。で、一応テントにエアコンはついているんですけど、やっぱテントは外の気温がダイレクトに伝わってくるので、結構夜は寒かったです。なので温度調整できる服を持っていった方がいいかもしれません。そして翌朝はですね、7時半頃からだんだん外の音が賑やかになってくるので、自然と目覚めますね。朝食の食材はすでに冷蔵庫の中に準備されていて、ホットドッグや目玉焼きを自分たちでグリルで焼いて準備して外のテラスでいただくんですね。この朝ごはんもですね、朝の澄んだ空気の中でゆっくりとコーヒーと朝食をいただけて、とってもね贅沢な時間でした。また朝食のメニューもホテルの朝食よりはちょっと簡素でキャンプらしさもあってですね、非日常を楽しめる体験でしたね。で、こんな感じで1泊2食、そして1時間の貸し切り温泉付きで、気になるお値段なんですけれども、1人当たり約2万3000円ぐらいでした。で、これはテントのサイズやシーズンによって多少宿泊費用は異なるんですけれども、とても整ったテントの環境で寝られるっていうことと、あとサービスとか食事のクオリティとかを考えると、もう全然ありだと思いましたね。2万3000円だったらちょうどね、東京の綺麗なビジネスホテルに宿泊するくらいの金額なんですよ。で、その価格で自然体験、キャンプに近いような体験もできるってなると、いや、私これからグランピングにはまりそうだなと思いました。で、国内にもいろいろなグランピング施設が今できているので、ちょっとこれからね巡ってみたいと思います。日本だと11月ぐらいまでは関西でしたら多分外で食事したりもできるかなと思いますね。ちょっと東北の方は寒いかもしれないですけどね、本格的に寒くなる前にね、またちょっと行ってみたいなと思っております。そして韓国のグランピング、グレンピングって発音するんですけど、このグランピングを検索してみたら、韓国にもいろんなグランピング施設が今できてるんですね。で、海が見える場所だったりとか、テントのタイプもですね、ドーム型だったり水上コテージみたいなタイプの施設もあって、韓国のグランピングもねすごく楽しそうだと思いました。私は一通り韓国語でのコミュニケーションができるので、機会があったらね、韓国でもグランピングちょっと挑戦してみたいなと思いましたね。ぜひ韓国でおすすめのグランピングスポットがありましたら、またコメント欄やメッセージでぜひ教えてください。そんなわけで今回はね、秋の熊本旅、グランピングのお話をお届けいたしました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。OK。